みんな、澄んだもんだよ。今日はね、南米の魅力的な国、ペルーにずんだもんがご案内するのだ。ペルーって聞くと、マチュピツとかナスカの地上絵、それからアルパカを思い浮かべる人が多いと思うのだ。でも実は、ペルーって世界で一番じゃがいもの種類が多い国なのだ。なんと4000種類以上もあるんだって。しかもトマトやトウモロコシの原産地でもあるから、ペルー料理はすっごく豊かで美味しいのだ。意外だったのだ。さてさて、今日はそんなペルーから取れたてほやほやのニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。マックス・エルナンデス2026年の選挙は保証されているという記事なのだ。済んだもんだよ。ペルーの2026年総選挙についてとっても大事なお知らせがあるのだ。国家合意事務局長のマックス・エルナンデスさんが2026年の総選挙は確実に実施されると保証されたのだって発表したのだ。国家選挙評議会 JNE や国家選挙プロセス事務局 ONP、 それに国家身分登録庁レニエックっていう選挙を管理する大事な機関が来年4月12日の選挙実施をきっちり約束してくれたのだ。各機関のトップの人たちはみんなで信頼を築いて公正な選挙にするために努力するって強調しているのだ。暴力や中傷、差別的な発言は絶対に許さないし、対立相手を軽んじることも避けるべきだって言っていたのだ。この大事な会議にはエルナンデスさん以外にもホセ・ヘリ大統領や大臣たち、国会の副議長さん、法のトップの人たちも集まって民主主義を守るために協力していくことを確認し合ったのだ。これでペルーの未来も安心なのだ。とっても大事なニュースだったのだ。この動画が面白いって思ってくれたら、高評価とチャンネル登録も忘れずに押してくれると嬉しいのだ。じゃあ、早速本編、一緒に見ていくのだ。こんにちは。今日は南米に位置する神秘の国、ペルーを紹介するのだ。太平洋に面し、アンデス山脈がそびえるペルーの首都は、美食の都としても知られるリマなのだ。かつては広大なインカ帝国の中心地で、その歴史と文化は今も色濃く残っているのだ。現在の政治体制は共和制で、多様な民族が共存しているのだ。人口は約3300万人。主要産業は、銅などの鉱業、そして世界遺産マチュピチュに代表される観光業が盛んなのだ。漁業や農業も重要な役割を担っているのだよ。ペルー料理は世界的に評価が高く、日本食との影響も面白い特徴なのだ。近年は環境保護や持続可能な観光開発にも力が入れられているのだよ。インカの英知と豊かな自然、そして温かい人々が織りなす魅力あふれる国、それがペルーなのだ。ぜひ一度訪れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。内務省、プロジェクト配分予算の 20% 未満しか支出せず、という記事なのだ。ペルーでは、殺人事件とか治安の悪さがどんどん増えてるのに、内務省の治安対策プロジェクト予算が全然使われてないのだ。今年、プロジェクト予算は増えたのに、実際に使われたのはたったの 19.9% だけなのだ。他の省庁は平均 65% も使ってるのに、内務省は国防省と一緒にワースト2位なのだ。内務省のプロジェクト176件のうち、99件は全く進んでなくて、予算執行率は 0% なのだ。完了したのはたった16件しかないのだ。専門家によると、政治家の介入とか、優秀な管理チームがいないのが原因らしいのだ。麻薬密売とか組織犯罪と戦う専門部隊は、他の国の警察より20年も遅れてるって言われてるのだ。データベースとか情報分析、ロジスティクスが全然追いついてないのだ。2006年から2017年の間に内務省の予算は倍になったけど、うまく使われなかったせいで、この格差はうずまらなかったのだ。警察の組織文化を変えて、誠実な政策をしっかり導入する必要があるのだ。
2つ目のニュースなのだ。マックス・エルナンデス。2026年の選挙は保証されているという記事なのだ。ずんだもんだよ。ペルーの2026年総選挙についてとっても大事なお知らせがあるのだ。国家合意事務局長のマックス・エルナンデスさんが2026年の総選挙は確実に実施されると保証されたのだって発表したのだ。国家選挙評議会 JNE や国家選挙プロセス事務局 ONP、 それに国家身分登録庁レニエックっていう選挙を管理する大事な機関が来年4月12日の選挙実施をきっちり約束してくれたのだ。各機関のトップの人たちはみんなで信頼を築いて公正な選挙にするために努力するって強調しているのだ。暴力や中傷、差別的な発言は絶対に許さないし、対立相手を軽んじることも避けるべきだって言っていたのだ。この大事な会議にはエルナンデスさん以外にもホセ・ヘリ大統領や大臣たち、国会の副議長さん、法のトップの人たちも集まって民主主義を守るために協力していくことを確認し合ったのだ。これでペルーの未来も安心なのだ。3つ目のニュースなのだ。IDVVS アトレチコミネイロコパスダメリカーナ試合日程放送配信情報という記事なのだ。みんな注目なのだ。今日はインデペンディエンテエルバジェとアトレティコミネイロがコパスダメリカーナ2025の準決勝第一戦で激突するのだ。この試合はインデペンディエンテエルバジェのスタジアムで開催されるのだ。試合開始時間はペルー時間だと今日の午後7時30分なのだ。アルゼンチンやパラグアイ、チリでは午後9時30分、メキシコでは午後6時30分、スペインでは翌日の午前2時30分から始まるのだ。みんなの地域に合わせて時間を確認してほしいのだ。この大事な試合はペルーでは ESPN がモビスターテレビ、ディレクティ v クラロテレビで放送するのだ。ラテンアメリカ全域ではディズニープラスでストリーミング配信されるのだ。フットボール、リブレテレビのような非公式なサイトでの視聴はおすすめしないのだ。公式な方法で安全に試合を楽しんでほしいのだ。みんなで応援するのだ。今日はペルーの神秘と多様な一面を知ることができたのだ。美食やマチュピチュの魅力あふれる国だけど、治安維持の課題や公正な選挙に向けた前向きな動き、そしてサッカーで盛り上がる情熱も伝わったのだ。これからもこの素晴らしい国の未来に注目してほしいのだ。ずんだもんを応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。